Hola, ¿cómo están? 皆さんこんにちは。ともこしなチャンネルご覧いただきありがとうございます。今日はメキシコのサンドイッチといったらこれと言われるトルタというサンドイッチを紹介していきたいと思います。日本ではサンドイッチといったら卵だったりツナマヨ、ハム&チーズを思い浮かべると思うんですけれども、このトルタには牛肉を使っていきます。トルタに使うパンはこのテレラというソフトフランスパンのようなパンを使っていくのでボリュームも満点です。それでは早速作っていきましょう。それではこちらが今日の食材です。今日私はトルタを2つ作っていこうと思うので2つ分の材料になっています。まずこちら先ほどもご紹介したテレラというパンです。日本ではソフトフランスパンを代わりに使っていただければと思います。そしてこちらが牛肉。今回私はステーキ用を2枚準備しました。ステーキ用でなくても牛肉であれば何でも大丈夫です。なのでしゃぶしゃぶ用とか薄切りとか細切れとかでも大丈夫です。そして野菜です。こちらも大体適量でいいんですけれども、レタス、トマト、アボカド、そしてワッカチーズというのを準備しています。メキシコのワハカ地域で作られているチーズで、味はモッツァレラチーズに似ているのでモッツァレラチーズで代用していただいて構いません。そしてこちらがお豆の水煮缶です。こちら日本でも手に入ると思うのでぜひ使ってみてください。で、今回私はもうすでに塩が含まれているものを使っていきます。そしてこちらがハラペーニョのピクルスです。こちらもスーパーだったりあとはカルディとかで手に入ると思うので見てみてください。そして調味料がお肉を炒める時に使うガーリックソルト大さじ1杯、ブラックペッパー大さじ1/2、そしてお豆を今回ペースト状にするんですけれども、お豆を煮込む時に使うラードを大さじ1杯、そして最後のトッピングにマヨネーズ大さじ2杯を使っていきます。まずはじめにこのお豆の水煮缶を使ってお豆のペーストを作っていきます。ラードを入れます。で、ラードが溶けたらお豆を入れていきます。そしてこちらを一煮立ちさせます。だいぶお豆が柔らかくなってきたのでお豆をペースト状にしていきます。だいぶペースト状になってきたので火を止めます。これでビーンペーストの出来上がりです。ステーキを1センチ角に小さく切っていきます。しゃぶしゃぶやスライスを使う人は一口大に切って炒めていくようにしてください。そしたらサラダオイルを適量入れた熱したフライパンに先ほど切った牛肉を入れていきます。ガーリックソルトを入れていきます。そしてこちらがブラックペッパーです。牛肉が炒まったのでお皿に移していきます。牛肉の脂は後でテレラを焼いていくのでこのまま残しておいてください。それではテレラを準備していきます。だいたい半分のところに切り込みを入れてテレラを2等分に切っていきます。このように切っていきます。テレラを2等分にしたらそれぞれの面にマヨネーズを塗っていきます。こんな感じで塗っていきます。マヨネーズを塗り終わったらこのテレラをトーストしていきます。先ほど残しておいた牛肉の油を使ってテレラをトーストしていきます。これぐらいになるまでトーストしていきます。それでは全ての準備が整ったので盛り付けていきます。まずはじめにこのビーンペーストをテレラの両面に薄く敷いていきます。そしたら次にチーズをのせていきます。底になる方の面だけにチーズをのせていきます。そしたらこの上に
お肉を乗せていきます。どこから食べてもお肉が口の中に入るようにまんべんなくお肉を乗せていってください。そしたら次にハラペーニョのピクルスを乗せていきます。こちらは結構ピリリと辛いので、だいたい 3,4 個乗せるぐらいで大丈夫だと思います。そして次にレタスを置きます。そしてスライスしたトマトを上に乗せます。この時トマトはできるだけ薄い方が美味しいです。そして最後にアボカドを乗せます。量は本当に適量でお好みの量乗せていってください。すべての具材が乗せられたらテレラの上部をかぶせます。そしたら上部を少し押さえて半分にカットします。これでトルタの完成です。今日はメキシカンサンドイッチトルタを作っていきました。お肉、お豆、野菜、チーズと食材をたくさん使っているのでボリュームも栄養もたっぷりです。これだけ食材をたくさん使っているんですけれども、お肉にしっかりと味をつけることで全体の味がまとまります。そしてハラペーニョのピクルスがいいアクセントになっていて、とっても美味しいサンドイッチになっています。日本ではお豆の水煮はかなりレシピが限定されてると思うんですけれども、なのでもし何か違う料理チャレンジしたいなとか、ちょっとだけお豆が余ってるなっていう時にぜひこのトルタ試してみてください。今日はご視聴いただきありがとうございました。